この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日の動画は USB 充電器のサーマルスロットリングについての解説と、それを検証するための回路を自作しましたという動画です。動画のタイトルにあるように、最近の USB 充電器は発熱によって動作中に出力電力を低下させるものがあります。これは USB 充電器を加熱から守るための動作でサーマルスロットリングと呼ばれています。最近の小型高出力の USB 充電器にこの機能が搭載されていることが多いです。そもそもサーマルスロットリングとは何なのか、なぜそのような機能が必要なのかを過去の一見チャンネルの動画を参照しながら解説していきます。USB 充電器はスマートフォンが出てきたあたりからよく使われるようになりました。初期の頃は 5V1A くらいで充電する USB 充電器が多かったんですが、スマホの復旧やバッテリーの大容量化なども相まって急速充電器が出てきました。ここに並べてあるのは全て急速充電器です。私の動画でもよく登場するアンカーが2019年の11月頃に投入した USB 急速充電器がこの業界の潮目を大きく変えました。ちなみにこちらの製品です。これは充電器内部に使われているパワー半導体に従来からよく使われているシリコンパワー半導体ではなくて GaN、いわゆる窒化ガリウムパワー半導体を採用しています。GaN を採用することで USB 充電器の価格を大幅に上昇させることなく、比較的低価格でかつ小型大容量な USB 充電器を作ることが可能になりました。このあたりの出来事をきっかけに窒化ガリウムパワー半導体を採用した USB 充電器の市場というのはどんどん大きくなっていきます。余談となりますが、私の動画の中でもたびたび登場しているこちらの充電器、よくベンチマークとして使うんですけども、2021年5月頃にアンカーから発売されたアンカーナノ2シリーズという充電器なんですけども、これは GaN パワー半導体を採用した充電器の中ではかなりのベストセラーになっています。これ以降も USB 充電器の市場では競争が繰り広げられていて、充電器のマルチポート化やケーブル内蔵型の USB 充電器なんてのも登場しています。このようなトレンドがある中で USB 充電器に求められる性能の中で特に重要なのが小型かつ大電力を扱えるということです。USB 充電器を使う場面を考えてみると、家で使うのはもちろん、旅行であったり仕事で外出するなど持ち運ぶ場面が出てくるわけです。そうなってくると USB 充電器自体がなるべく小型であるというのが重要なポイントになってくるわけです。また持ち運びだけではなくて USB 充電器を AC アダプターのように使う事例も増えてきています。大容量のモバイルバッテリーやノートパソコンを充電するためには大電力が出力できる USB 充電器が必要になってきます。こうして USB 充電器自体がどんどん小さく、そして高出力化していくと次に問題となるのは熱、つまり USB 充電器自体の発熱です。結局こういった製品ってどこまで行っても熱なんですね。シリコンパワー半導体から GaN パワー半導体に変わった時も発熱が小さくなったので小型化、高出力化ができました。できたはいいんですけど GaN パワー半導体が普及してきて小型大電力な製品として洗練されてきたらまた熱の問題が出てくるわけです。ここからはまず USB 充電器のどこから熱が出てきてその熱がどのように影響するのかというのを解説していきます。USB 充電器の役割はコンセントまで来ている交流電圧を充電に使うための直流電圧に変換することです。この電力変換の過程で USB 充電器内部の電子部品で電力損失が発生します。ちょうどこの部分です。この電力損失っていうのは最終的には熱になります。GaN パワー半導体を採用した最近の USB 充電器はかなり優秀で電力変換効率は 90% 台前半であることが多いです。なんですけど残りの数%分の電力損失というのは全て熱になってしまいます。もうちょっと具体的な数字を出してみると変換効率 90% の USB 充電器が 100W で何か充電しているとします。そうしますとこの USB 充電器部分では 11W の電力損失が発生しています。11W の損失ってかなり大きくて、このくらいのサイズの USB 充電器ですと、電力損失によって表面温度が60度とか70度超えになることもあります。温度が高いと何が問題かというと、内部の電子部品が高温環境に置かれることになり、寿命が縮み、故障リスクが高まります。さらに人が触る製品なんでね、火傷の危険性もあります。
このように USB 充電器の小型化と高出力化を両立する上で、いかに電力損失を少なくして発熱を減らすか、そして出てしまった熱をどうやって放熱していくのかが重要になってきます。ここでは発熱を減らすことに着目します。発熱を減らすためには電力損失を小さくすればいいんですね。これは USB 充電器に使う電子部品に性能の高いものを使えば実現できることが多いんですが、製品価格は跳ね上がります。こう考えてみると、シリコンパワー半導体から価格を大きく上げずに性能を高めることができたギャンパワー半導体は USB 充電器の進化を大きく支えたブレイクスルーだったんですね。ここまで話してきたように、熱の問題、価格、小型、高出力という3つの要素のバランスを取るのは非常に難しくて、メーカー各社はこの課題と戦っています。なんですけども、そもそもこの課題自体が次の技術的なブレイクスルーがないと解決できないようなものですので、最近では各メーカー戦い方を変えてきています。それがサーマルスロットリングによる加熱保護です。サーマルスロットリングは何かというと、USB 充電器の温度が上がってきたら、USB 充電器が出力可能な電力を一時的に一段階下げるという動作です。実際に Apple はサーマルスロットリング動作をする USB 充電器を発売しています。この動作をすることによって USB 充電器で発生する電力損失イコール発熱を減らすことで加熱から USB 充電器を守ろうということですね。ここまでで USB 充電器が小型化、高出力化を進める中で、なぜ熱の問題が避けられないのか、そしてその対策としてサーマルスロットリングが使われるということを解説してきました。このチャンネルではこれまで数多くの USB 充電器について、どのくらい電力を出力できるのか、そしてその時どれくらい温度上昇するのかという点を中心に検証を行ってきたんですけども、最近の USB 充電器では、これまでやってきた実験方法が通用しなくなってきています。理由はサーマルスロットリングがあるからです。この機能を持つ USB 充電器は内部温度が上がると自動的に出力電力を制限する仕組みになっています。これまでやってきた電力固定で負荷をかける方法ではサーマルスロットリング時の USB 充電器の正しい動作を捉えることはできませんでした。つまり今時の USB 充電器を正確に評価するためには USB 充電器と双方向に通信しつつサーマルスロットリング動作に追従するような試験方法が必要だったわけです。ここからは USB PD の通信の PDO パワーデータオブジェクトについて簡単に解説しつつ USB 充電器と充電される機器の間で出力電力がどのようにやり取りされているのかというのを整理していきます。最終的にはこちらにある自作の回路を使って実際にサーマルスロットリングがどのような条件で発動してどれくらい出力電力が下がるのかそのあたりの挙動も見ていきます。なんですけども、その前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。皆さん、電子回路を作るときにセンサーは使ったことありますか？センサーといっても色々な種類があります。例えば、熱電対のような温度センサーであったり、距離などを測る超音波センサーなどです。これらのセンサーは温度、距離、光、圧力などの私たちの身の回りにある情報を定量的に感じ取るための重要な部品です。そんなセンサーの特徴や使い方を一目で理解できるのがディジキーのアプリケーション&テクノロジーセンサーのページです。ここではセンサーそのものの紹介だけではなく、センサーが検出した値を取得するためのプロトコル通信の比較なども見ることができます。さらに各センサーについて詳しく知りたい場合は、ここをクリックするとディジキーテックフォーラムでさらに深掘りした内容を見ることができます。センサーってどう動くのか、購入前に仕組みを理解したいという方はぜひ概要欄のリンクからアクセスしてみてください。ここでは USB 充電器と充電される機器側の通信について少し話します。USB 充電器をスマートフォンやパソコンなどに接続すると、充電を始める前に充電器、ソース側と充電される機器、シンク側の間で通信をします。この時、ソース側である USB 充電器はソースケバビリティという情報を送信します。これは充電器が何ボルト何アンペアまで電力を供給できるかという能力を示すデータです。実際 USB 充電器のソースケバビリティを見てみるとこんな感じです。この場合ですと 5V、3A、9V、3A、15V、3A、20V、2.25A というように上限を設定してこの範囲で出力可能です。
このソースキャパビリティを受け取ったシンク側は、その範囲内で希望する電流電圧を決めます。もしシンク側がソースキャパビリティを無視して、過大な電流をソース側から引いてこようとすると、ソース側である USB 充電器は安全のために出力を遮断します。サーマルスロットリングというのは充電中にこのソースキャパビリティを変えることなんですね。つまりサーマルスロットリングをしたいとき USB 充電器は出力可能な電力を小さくしたソースキャパビリティを再度送信してその範囲でしか電力を供給しなくなるわけです。これまでの USB 充電器の検証でやってきた方法というのはサーマルスロットリング発生時のソースキャパビリティの変更を無視していたんですね。実際にはこのシンク側には電子負荷を使っていました。電子負荷を使って常に 100% 負荷を取っていると USB 充電器側はサーマルスロットリングするんですが、それをシンク側で読み取れなくて出力が遮断してしまうんですね。でもパソコンなんかを給電したり充電したりするような実際の使用環境ですと出力は遮断せずにソースキャパビリティを引き下げた状態で給電をし続けます。なのでこれまでやっていた電子負荷だけを使った検証方法というのはやめてそれを何かしらアップデートする必要が出てきたわけです。そこで自作したのが USB 充電器の通信を読み取りつつ動作する検証装置です。この装置は USB 充電器と通信を行いながら常にソースキャパビリティの上限の電力を消費し続けるように動作します。これまでサーマルスロットリングがある USB 充電器の検証は大容量のモバイルバッテリーとかゲーミングノート PC とかを負荷として使っていました。なんですけど人がほぼ付きっきりで監視しておく必要があって実験効率が非常に悪いですし再現性にも限界がありました。新しい検証装置を使えば通信、負荷の制御、記録をすべて自動で行われるためほぼ放置したままで実験完了です。では実験してみます。こちらが装置の全体像です。電源、計測器、電子負荷、パソコン、そして今回開発したボードです。こちらがボード外観です。PD トリガーデバイスとマイコンで構成されていて USB 充電器から出てくる通信を受け取ってマイコンで処理するといった動作をします。ちなみにこの回路を作るための電子部品はスポンサーのディジキーで購入しています。全体の動作としてはこのボード、電子負荷、パソコンが協調して動作してソースキャパビリティの上限の電力を常に USB 充電器から引き続けます。動作について詳細を説明しようとすると長くなってしまいますのでこのあたりはメンバーシップ限定動画で公開しようと思います。実際に使ってみるとこんな感じですね。接続するだけの簡単です。ここら辺でソースキャパビリティを読んで最大電力となるものを自動的に選んで電子負荷で負荷を引き始めるというような状況になっています。実際動作中はこんな感じで 3.25A の最大電流を引いています。出力電圧は 20V ですね。温度も同時に測定していまして温度上昇していくと、狙った通りの動作ができています。実際に測定した結果がこちらです。負荷を取り始めてから30分程度を経過するとサーマルスロットリングが起きてソースキャパビリティの出力電流の上限が減っています。それに合わせて電子負荷で引く電流を下げることで強調して動作していますね。こちらが受信したソースキャパビリティです。はじめは 20V3.25A65W が最大でしたが温度上昇によってサーマルスロットリングがかかり 20V2.75A55W が出力できる最大電力となりました。電子負荷はソースキャパビリティが再送されてから消費電力を 65W から 55W に落とすような動作をしています。次はこちらの結果です。この実験では今回開発したボードは使わないで電子負荷直結で検証した時の結果です。これは従来やってきたやり方です。USB 充電器は23分くらいのところでサーマルスロットリングをかけようとしますが電子負荷はそれを無視して 65W の電力を引き続けようとしています。想定されるシンク側の動作は電力を落とすんですけどもそうはならなかったため USB 充電器の出力は遮断されました。最後はこちら USB 充電器でノートパソコンを充電した時のグラフです。27分付近で USB 充電器はサーマルスロットリング動作に入り出力電力を低下させます。こちらのグラフと今回開発したボードを使った場合とでほとんど同じような結果になっていますね。つまり開発したものがうまく動作しているということかと思います。
ちなみに、いろいろな USB 充電器を試験して分かったのですが、シンク側はソースキャパビリティの上限ギリギリの電力を使うことはほとんどなくて、90% くらいのところで使うことが多いようです。はい。というわけで今日は USB 充電器が発熱によって出力電力を低下させるサーマルスロットリング動作と、その動作が起きた時にも USB 充電器の検証ができる環境を構築しました。今後の USB 充電器の検証はこちらのボードを使いながらいろいろやっていきたいと思います。ちなみに 240W 版も現在開発中です。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。